俺か車どっち取るんだって言われて、まあ、食い気味で車って答えました。食い気味で。はい。ボーイズ&ウィルズ TV、 今日はガールズ&ウィルズ TV でございます。綺麗なオーナーさんとかっこいい車に来ていただきました。お名前は？陽子です。陽子さん、年齢は？39歳。お仕事は？日本でおそらく多分最大級の自動車メディアに所属してまして、そこで広告営業してます。そしてこちら車なんでしょうか？マツダの RX-7 FD3S タイプ R バスアスト R です。長すぎて復唱ができませんが、はい、そちらの車で年式は2001年式です。もうそんな前になるんですね、この車もね。はい。ということで今日は陽子さんと RX-7 でお届けします。愛車遍歴教えてください。高校卒業の時に、ロードスターの NA6C っていう車を買いまして、で19歳の時にこの1個前の FC3S っていうモデルを買って20歳でこの RX-7 を買いました。じゃあ3代目。そうです。なんでこの車にしたんでしょうか？高校の、私のすごく憧れてた女の先輩が乗ってまして、であとはイニシャル D の高橋圭介が乗ってたからファンでいらっしゃった。不純な動機で。どこが好きですか？じゃあよく聞かれるんですけど、もう全部ですね。全部？はい。何年から？19年乗ってます。19年乗ってらっしゃる。はい。こんな綺麗な答えに？そうです。1回もオールペンしてない。もうピカピカでございます。なんか2年前まではね、外野ざらしにされてたと。あ、そうです。前のオーナーさんも多分車庫付きじゃなかったって聞いてたんで、多分17年は炎天下の下にずっといました。それでこの状態。ところどころちょっとクリアが剥げちゃったところは拭いてるぐらいですけど、色は全く入れてないです。基本的にピカピカの答えということでございます。愛車遍歴の中で NA をまず買いますよね、ロードスター。はい。その理由は何でしょう？とにかくこの RX-7 の FD 型にその高校生の時から乗りたいってずっと思ってたんですけど、はい、まあさっき言った憧れの先輩の女の人が結構いきなり買っちゃって、でよく横に乗せてもらってたんですけど、はい、結構素人で峠攻めたりしてたんで、何度か危ない思いしたんですよ。なるほど。で、これはやっぱりすごく難しくてピーキーな車なんだなって思ったんで、ちょっと我慢して練習と思ってロードスターを買って、で練習をしてたら、ちょっとやんちゃでゴロゴロと転がりまして、はい、でちょっと残念ながら廃車になっちゃったので、FC を、今度はロータリーになれようと思って、セカンドステップ、はい、でサーキットを今度はちゃんと走るように。サーキットまで行ったんですね。はい。そこで運転を覚えてから、サードステップでこの FD を買ったっていうような経緯になります。なるほど。RX-7、一体どこでいつ買いましたか？20歳の時に東海マツダ上八代支店で買いました。詳しくありがとうございます。はい。ちなみにおいくら前の？当時228万円で買いました。ちなみに今とどれぐらいするんですか？いくらなんだろう。4桁いってる答えもあります。はい。本当に？はい。どんだけ安くてもこの年式だと5、600万以上はしちゃうんじゃないかなと思いますが。なるほど。なんか特別仕様ですもんね。そうです。一応 FD って1型から6型までマイナーチェンジしてまして、でこれは一番最後の6型の500台の限定車タイプ R バスアースト R っていうものになります。特徴的にはどんな感じですか？そうですね、やっぱりリトラクタブルヘッドライトっていう今じゃもう採用されなくなったパカッとしたライトと、あとはやっぱ何といってもロータリーエンジンを搭載しているというところです。簡単に RX-7 の歴史をちょっとだけ教えていただいていいですか？平成3年か4年ぐらいにデビューして、私が最後買った2001年、一番多分最終型2002年式まで出てると思うんですけど、そうでしたね。はい、かなりロングセラーで人気があるっていうところなんですが、やっぱりなんといってもこのロータリーエンジンを搭載してるっていう、唯一無二の車ですし、ですよね。はい、あとこの低さは分かります？薄さというか、すごいですよね。はい、この薄さもそのロータリーじゃないと叶えられなかったって言われてる。確かにそっか、こんなに薄いのなかなかないですね。そうなんですよ。今多分高級なスポーツカーでも比較的ここまで薄いというか、エンジンルームが小さくて
馬力も280出るっていうのはなかなかないので、なるほど。はい、これは広島工場で、はい、生産をされた車で、なるほど。故障のたびに広島にちょっと出張に行く、何回か広島行ってる。4回ぐらいご出張なさってて、内容的にはエンジンの乗せ替えだったりターボの乗せ替えだったりとか、はい、ちょっと綺麗ですけど実はなんかかなり壊れてまして、そうなんですか。動かなくなったりとか、はい、結構大変な維持費でいろいろ経て、そうですね。そのロータリーエンジン現在ピカピカでございますが、どんな感じなのか乗ってみましょう。はい、乗り込みました。わー、低いね。低いですね。かっこいいな。なんかもうこれぐらいの低い感じめっちゃいい。路面との距離がもう本当に近い。おー、いい加速。全然踏んでないでしょ。全然踏んでないですね。もう人生初の RX7 に乗り込ませていただきまして、本当にこの座面の低さ大好きです。ありがとう。シューンと回る感じもいいですね。はい、ちょっと回してみましょうか。いいんですか、もう。はい。結構回るんですよ。とても気持ちのいい車でございます。初めて乗った時のこと覚えてますか？覚えてますよ。どんな感じでした？なんかその初めて乗ったっていうとディーラーの試乗の時の話でいいですか？あ、はい、もちろん。私なんか20歳でなんか運転はさせてくれもらえないって言われたんですよ、松田さんに。あ、試乗車はあるけれども、そうですそうです。運転したら飽きまへんと。そうです。それはなぜ？若いから？多分それぐらい結構やっぱピーキーな車で、ただその時のそのアクセルとかの踏み間違いで結構事故も多いっていう話だったので、なるほど。はい、横だったらって言われたんですけど、なんか何を思ったのか、私横じゃなくて後ろ乗させてくださいって言って、この狭いところの後ろに乗りました。どうでした、その時の感想？アドレナリンめっちゃ出ましたよ。その松田の方も結構踏む方だったんで、はい、加速しますねなんて言われて、うわーってレッドゾーンまで回してくれました。マジですか？そう、ちょっとなんか僕いつもオーナーさんに甘えて運転させていただいちゃったりしてるんですけど、そうですね、はい、運転はちょっとしていただくのには基準がありまして、基準がある。はい、すいません、おこがましいんですけど、50歳以上大丈夫とか。あ、なるほど年齢ではないんですけど、はい、例えば土屋圭一さんとか、はい、あと、折戸学さんとか、はい、っていうそのレーサーとかの方だったら乗っても OK っていう形にしてまして。なるほどね、完全に基準から漏れてるってことですね。なんかご主人にも運転させてないとか？あ、そうです。乗せないです。走りの好きな方でサーキットとかで回ってらっしゃる方でも乗せないんですか？乗せないですね。基準がもう厳しいんですね、結構ね。そうです。今のご主人とはどういうきっかけで？4年か5年ぐらい前に、はい、その車好きのいろんな職業の方の異業種交流会みたいなのがコロナの前にあって、でそこで出会いました。あ、そうなんですね、はい、初婚でらして、39歳で初婚もう、今多いですけど、はい、2回目です。あ、2回目で合計、はい、そうなんです。そうなんですね、はい、なんか別に車が原因で別れたとかじゃないですよね。あ、いや、もうでも車が原因で別れたと思うんですよ。1回目は。はい。そうなんですか。はい、お話聞いてもよかったら教えてください。要は結婚すると皆さん結構ミニバンとかね、はい、その後の家族構成を考えて乗り換えられたりするじゃないですか。でも私はちょっとそれは考えられなくて、はい、結構この車をどうするか問題で結構揉めたりしたんですよ。あ、そうだったんですか。はい、はい、でも俺が車どっち取るんだって言われて、食い気味で車って答えました。食い気味で、はい、これ売るぐらいだったらお前売るわみたいなぐらいで言って警官して私のアイデンティティなんでこれは絶対手放せられない、はい、で価値観、本当要は価値観の違いですね、はい。今のご主人はもう車大好きなんで、はい、これ国の宝だからずっと乗ってくれって言ってくれてます。さすが世界の名車ロータリーエンジンを搭載した RX7、はい、海外でもすごい人気ありますもんね。そうですね、やっぱ海外の人から
さっき旅行者とか多いじゃないですか。多いですはい道端で3度見4度見されて写真もいっぱい撮られます。やっぱそうですか。はい。なんかエアロも結構ついてるんですか、この車は。あ純正ですか、社外品。いや、社外品ですね、はいヤフオクとかであー買ったやつを持ち込みでつけてもらったりとか、あんまりそのごちゃっとしたエアロ好きじゃなくて、なるほど。こう足回りと合ってるようなエアロということで、はい、つけてます。じゃあこれも高橋圭介仕様ということで。いや、多分知ってる方だと分かると思うんですけど、高橋圭介の FD って何回かエアロ変わってるんですよ。だんだんこう方向性が違ってきちゃって、私の好きな感じとはまた全然違う感じになってきてしまって、あららずれちゃった。ちょっとやんちゃ系というか、高橋圭介のやつってなるほど。あれ、この人センス合わないかもって思って惚れて乗ったのに。そう、あなたが好きで乗ったのに全然私の趣味と違うと思ってもうちょっとそこで蛙化現象がなるほど。起きてしまいました。最後にはちょっと。はい、心が離れましたね。あらら。乗る頻度どんな感じですか。乗る頻度は週に1回あるかないかなっていうぐらい。あ、そうなんですね。はい。なんか結構ね、丁寧に乗ってらっしゃるというか、いたわって乗ってらっしゃるモードに突入されてる感じですか、今。おっしゃる通りで、やっぱり古くなってくると、特に今日みたいな暑い日とかはい。だとオーバーヒートしちゃうので、基本夜しか早朝しか乗らないんですね。なるほど。こう水温計とかファンコントローラーも後付けでつけてるんですけど、特に水温気にしながら、エアコンもかけるとちょっと上がっちゃうので調整しながらっていうような形でなるほどなるほど。乗ってます。そうですよね。はちなみに燃費ってどれぐらいなんですか。い。3とかえ、 4とかですそね。んなもんですか。こんなに回さないのに。はい。街乗りだけかもしれないですけど、もう高速乗ってもね、最近やっぱ6圧縮下がってきちゃってるんで、なるほど。 6とか頑張って7かなっていう、そうなんですか。はい、感じです。でいろいろ維持がかかってらっしゃいましたけど、重整備、今までされたのを教えていただけますか。やっぱり乗せ替え、エンジンの乗せ替えと、ターボの乗せ替えが一番お金大きかったですけど、はい、あとはピルボール周りの交換、それからオーバーホールだったり、足回り3回変えてますし、タイヤも数えきれないぐらい変えてますし、あとはブレーキ、キャリパー、ホース類、あとはもう消耗品類は全部いっぱい覚えられないぐらいでございます。覚えられないぐらい変えております。この車は乗って19年、はい。面白いエピソードとかありましたでしょうか。面白いかどうかわかんないですけど、納車の日は車の中で寝ました。車中泊。え買った日にテンション高くなって寝ません？車で。いや、寝たことないです。本当ですか？仮眠とかじゃなくて中身ガチ寝ですね。朝まで。はい。車中泊。車中泊。買った日に。はい。3台とも全部車中泊しました。そうですね。はあ、すごいですね。そんな方いらっしゃったらコメントお願いしますまあこの車に限らず、まあいろんな車人生3台乗ってらっしゃいますけど、なんか泣きたいエピソードとかありますか。いろいろあるんですけど、一回これぶつけたことがあって、はい、その時はもう号泣して泣いたんですね。で、なんでぶつけたかっていうと、大学から、ちょっと高速使えば20分ぐらいでそのサーキットに着いちゃうっていう距離にいたので、大学の時の、授業と授業の間にちょっと走りに行っちゃおうみたいな感じで、そう駒の間に私走りによく行ってたんですよ。あ、そうですか。はい、余裕で戻れちゃうんで、お昼挟めば。でピッて行って、数周して帰るみたいなシチュエーションになったんですけど、そこでまさかの、ちょっと左リアをヒットしまして、サーキットで、でもう帰れないってなったんですよね。もうレッカー待ちで。でも一番まずかったのは、その駒を落としたら単位落とすっていうなんとなんかもうダブルで痛い。うわー、左はぶつけるわ、単位落とすわで。そうなんですよ。趣味はあるんですか。もう車ですか、趣味はね。いや、最近はもうもっぱら筋肉トレーニング。筋肉トレーニング。はい。そうなんですね。道理でもうちょっと見せてください。こっちで見えます？うわ、すんごい見えます。すごいです。僕よりあるじゃない。どれぐらいやってるんですか、週にだいたい 4,5 回はハードトレーニングしてます。ハードトレーニングパーソナル的なそうです。もう完全にパーソナルで追い込んでもらってます。それハマったの最近なんですか。結構1年、でも2年ぐらいやっ
2年弱はやってるんですけど、はいまあ、今の会社に入ったのも、まあ、ちょっと筋トレが関係していて。どういうことですか？そういう車のメディアですよね。あ、そうです。筋トレはあんまり関係なさそうですけど、なんかうちの社長がやっぱこの従業員のその健康管理みたいなところにすごくこう気を使われてる方で、社員は結構都内のいいジムに月に4回までパーソナルに通えるっていう福利厚生があるんですよ。入りたい僕も。そんなことがあるんですか？そうなんですよ。でもよかったですね。好きな車、そして筋トレもついてて、はい、そうなんです。ハッピーです。ハッピーです。はい、今後車はどうしていきたいですか？そうですね、まあこれ以上もあんまりいじるってこともないので、やっぱりいかにこの今の元気な状態を、まあ、アンチエイジングと一緒ですけど自分の、はい、保てるかっていうところかなと。メンテナンスメインで大事に乗りたいなと思ってます。そんなね23年前の車と思えないぐらいピカピカでございます。さすがオーナーさんと一緒ですね。はい。ああ今踏むんかい。はい。感動の試乗でございました。ついね、サメンとハイポイントとシュイーンと回るエンジン、これはもう唯一無二のロータイエンジンのフィーリングですよね。はい、RX7、100点満点中何点でしょうか？100点満点中100点です。100点でございます。そうですよね。はい、もう愛にあふれております。今日の話も最高に面白かったです。そしてこの車乗り続けますか？はい、もうこの1台しか空いてないんで、この先も乗り続けます。はい、ということで RX7 愛にあふれた陽子さんとマツダ RX7FD でございました。ガールズ&ブリッジ TV ありがとうございました。またね、見てね、バイバイ。